カピラボ。皆さんどうもこんにちは。ケースの角度は何十度？カピリヌです。前回アンテックさんからストライカーを強奪したのですが、今回もかっこいいケースを送っていただきました。届いたのはダークキューブとネオエコの電源となります。今回は商品を開封しながらレビューをしていきたいと思います。今回の流れはこんな感じ。まずはケースを開封して紹介していきます。今回は結構変わったケースなので私も楽しみです。次に電源を見ていきます。こちらは定番のものなので目新しさは少ないかも。最後にこれらのパーツを使って PC の組み立てをしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ではまずはケースから。こちらは今年の6月頃に販売が開始されたケースなのですが、発売当初はなかなか価格が高かったんですよね。当初の市場想定売価は32,800円。ケースに3万オーバーはハードルが高い。しかし、最近お値段も落ち着いてきて最安で23,500円となっています。決して安いケースではないですが、その代わりかなり凝った作りのケースとなっているので見ていきましょう。まずは箱を開封していきましょう。アンテックさんは箱のデザインも凝っていますが、内部の梱包もしっかりしているのがいいですよね。箱を開封するとまず入っているのは付属品。とりあえずこちらから見ていきましょう。入っているものの一覧はこんな感じ。交換用のフロントパネルと取扱説明書、ネジなどが入っているアクセサリーボックスが入っています。アクセサリーボックスが入っているのは珍しいですね。この中にはネジとバンドのみが入っていました。それとマニュアルは簡単な説明のみとなっています。付属品は以上で本体を見ていきましょう。本体の見た目はこんな感じ。なんといってもこのケースの特徴はこの側面デザイン。このケース、横から見ると傾斜してるんです。かなり特徴的なデザインですよね。人と一味違うケースを使用したい方にはいいと思います。両側面は 4mm 厚のスモーク強化ガラスが装着されており、フレームは金属製でがっしりとしています。光り物がなければ内部がほぼ見えないので、落ち着いたケースが好みの方にも良さそう。配線側もガラスパネルとなっているのですが、ほぼ見えないので配線にはこだわらなくても大丈夫。また、ガラスパネルの脱着にはボールジョイント式を採用しているので、工具がなくても引っ張るだけで外すことができます。メンテナンスはしやすそうですね。次はフロント部分を見ていきましょう。電源ボタンは上部に搭載しており、各種ポートはこのようになっています。フロントにタイプ C のポートがあるのはポイント高いです。また、デフォルトでは通気性がいいメッシュがついたプラスチック製のパネルがついています。フロントパネルもこんな感じで工具なしで取り外しができます。ちなみにこのパネルはダイヤモンドグリルフロントパネルというらしいです。パネルのメッシュは金属製となっていてネジで固定されています。ネジ固定なので取り外しは面倒ですね。パネルは先ほどの付属品についていたガラスパネルにも交換可能です。クリスタルクリアフロントパネルというらしいのですが、これもツールフリーで取り付けが可能です。エアフローの観点ではメッシュパネルの方が優れてますが、ガラスでも側面の隙間からの吸気は考えられているみたいです。私は見た目はこっちの方が好きなのでこれで使いたいと思います。次にトップを見ていきましょう。トップもガラスパネルとなっており、こちらから GPU が見れるようになってます。光る GPU などであればかなり映えますね。この隙間には結構ホコリが溜まりそうな感じです。また斜めになってる部分にも通気穴があります。これだけ穴が開いていたらエアフローは悪くなさそう。では次はリアを見ていきましょう。先ほどトップを見て気づいた方も多いかと思いますが、このケース、マザーを逆さまにつける構造となってます。拡張カードスロットが上についているのが特徴的ですよね。拡張カードスロットは4スロットとなっています。また、ハンドルがついておりネジを取り外すと内部のインナー部分が引き出せます。これは面白いですね。引き出し方はレーザーの eGPU ボックスに似たような作りですよね。あれみたいなロック構造だったらよかったかも。取り出しできるので組み込みも楽そうです。ではインナーを見ていきましょう。パーツの組み込みはこのインナー部分に行います。インナーにはファンや RGB の拡張もついており、この部分に接続することで配線をひとまとめにすることができます。また、ケースフロントポートとの接続は PCIe みたいな形状で、スライドさせてはめ込むだけなので楽ですね。なるほど、高いだけあってかなり凝った作りです。ではパーツ取り付け部分を見ていきましょう。各部パーツ取り付け部分はこのようになっております。マザーは ATX か、マイクロ ATX まで対応。GPU は最長 330mm となっています。比較的長い GPU でも収まりそうですね。
空冷クーラーの高さは 175mm までの対応となります。アサシン3なども搭載可能な高さですね。クーラー選びには困らなそうです。フロントファンは 120mm か 140mm のファンが2機まで搭載できます。ファンは 140mm が搭載可能ですが、ラジエーターは120または240までとなるので注意が必要です。ストレージの搭載可能数は 2.5 インチと 3.5 インチがそれぞれ1枚の合計2枚までとなっています。ストレージの搭載可能数は少ないですね。取り付けはこのブラケットの表裏に行う形になります。電源の奥行きは 220mm まで搭載できるようになっています。というかこの電源横スペースにハードディスクの搭載スペースを作れたんじゃないかと思う。ここに拡張性があったらもっと良かったですね。これだけの広さがあるのでケーブルの収納には困らなそうです。それではケースはこのくらいにして電源を確認していきましょう。今回送られてきた電源は、アンテック NE850G、M という電源になります。ネオエコゴールドシリーズはアンテックのロングセラー電源ですね。そのモデルの新作となります。日本製コンデンサを使用し、高い耐久性と高効率を実現しているらしいです。それでは開封。中身はこんな感じですね。一番上には保証書と説明書が入っていました。保証期間は7年間となっています。壊れない限りあまり読むことはないと思うので、大事に取っておきましょう。そして、電源ケーブルとプラグインケーブルが入っていました。プラグインケーブルはフラットタイプとなっています。必要なケーブルのみさせるタイプです。他にはネジとバンドが入っていました。ケーブルをまとめるのにいいですね。そして本体はこんな感じ。吸気口部分はメーカーロゴが入っていて、横長の穴が開いています。電源自体は黒基調としてシンプルなのですが、サイド部分は電源名が大きく印刷されています。これはもうちょっとシンプルにして欲しかったな。電源が見えるケースに使うには主張が強すぎると思います。ケーブルを接続する部分は CPU と GPU に使える補助電源が4つですね。ハイエンド CPU& ハイエンド GPU の構成ですと、補助電源がもう一つ欲しいところではあります。まあ、SLI や OC などをしなければ問題なく使用できますね。また、低負荷時にファン回転数を停止させるハイブリッドモードも搭載しています。極力ファンを動作させたくない方にはいい機能ですね。サイズ的には奥行きは 140mm に抑えられているので、ATX 対応のケースであれば大抵は収まると思います。それでは紹介はこのくらいとして、組み込みをしていきたいと思います。今回使用するパーツの構成はこんな感じ。ミドル帯のゲーミング PC を組んで仕上がりを見てみます。それでは早速組み立てていきましょう。はい、出来上がりました。フロントとリアに光るファンを搭載したので、いい感じにゲーミング感が出ましたね。エアフローに関しても 120mm ファン3機のみだったので心配はありましたが問題はなさそうです。ケースファンをゆるっと 1000rpm 程度で回して、10分間計測をしましたが結果はこんな感じ。CPU も GPU も十分冷却されています。フロントをガラスパネルにしましたが、庫内温度がこの程度なら問題ないでしょう。使うパーツによって温度は異なるとは思いますが、ファンをしっかりつければ問題はないでしょう。組み立てに関しては、インナーを取り出しできるのでとても組みやすいケースでした。これは初心者の方でも比較的楽に組めるケースだと思います。今回あえて使用しましたが、注意が必要なのが簡易水冷選び。気にしない人はいいのですが、マザーボードが倒立しているので簡易水冷のヘッドのロゴが逆さまになります。
なので簡易水冷を選ぶときはヘッドのロゴが回転するものや向きを変えても平気なものがいいと思います。ロゴが逆さまだとやっぱりかっこ悪いですよね。また、電源を入れてみるとフロントの四隅の LED が光っていい感じですね。3枚のファンもインナーに接続することで、しっかりと連動できました。やっぱりアンテックのケースかっこいいですよね。ではこの辺で今回の動画のまとめに入りたいと思います。今回、アンテックのケースと電源を使用しました。ケースに関しては、近頃価格帯も落ち着いてきたので人と違うケースを使いたい方にはいいと思います。もう少し安いといいけどね。組み立て難易度も低いので、初心者の方でも問題ないと思います。難点としては、高さがないだけで重量と占有スペースは普通の ATX ケースと同等なので、小さなケースを想像して買うと場所に困ります。その分高級感はかなりありますし、私としてはおすすめできるケースだと思います。電源に関しては、作りもしっかりしていますし良いものなのはわかります。しかし、実売価格が1万4000円程度なので他社に比べてほんの少し高いかなという印象。保証期間も7年間なのが少し残念だなと感じました。10年間保証をつけてもらいたかったですね。物自体に不満は一切ありませんが、耐久性はまだわからないしね。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた。バイバイ。アンテックってこういう面白いケース作るから好き。配線もこだわったけど中見えなかったから雑でもよかったな。